最近、じっとしているのに耳が急に赤くなったり、唇の色がいつもより青白く見えたことはありませんか？また、手間よく冷えてしびれたり、朝になると足がむくんで重く感じる場合、ただ疲れているだけと見過ごしているかもしれません。しかし、このような変化が繰り返されるなら、一時的な症状ではなく、体の血流が遅くなっているサインかもしれません。私たちの体は、心臓から送り出された血液が、頭から足先まで絶えず循環しながら、酸素と栄養を届けています。この流れがスムーズであれば、肌の色は自然で、体温も安定して保たれます。しかし、少しでも循環が乱れると、最初に変化が現れる場所があります。それが、耳唇手足、そして肌です。これらの部位は共通して、血管が皮膚の近くにあり、体の末端に位置しているため、血流の変化が最も早く現れます。そのため、耳の色が変わる、唇が青白くなる、手足が冷えるといった現象は、体の奥の問題ではなく、外に現れる警告サインである可能性があります。多くの人は、これらを別々に考えます。手がしびれれば手の問題、唇の色が変われば肌の問題、耳が赤くなれば体温の問題。しかし実際は、一つにつながっている可能性が高いです。それは、血液の流れが一定ではないということです。重要なのは、どれくらい強いかではなく、どれくらい繰り返されているかです。たまに起こるのは問題ない場合もありますが、複数の部位で似た症状が繰り返されるなら、一度体の流れを見直す必要があります。では、それぞれの変化には、どんな意味があるのでしょうか。まず、耳の色の変化です。何もしていないのに急に赤くなったり、逆に青白くなる場合、血管の急な拡張や収縮による末梢血管の反応変化かもしれません。特に温度変化やストレスに敏感な場合、この現象は起こりやすくなります。次に唇の色です。唇は皮膚が薄く、血流状態がそのまま現れる場所です。青白く見えたり、青みがかる場合は、血流や酸素供給の変化と関係している可能性があります。特に疲れている時や、水分不足の時に目立ちやすくなります。三つ目は手のしびれと冷えです。手が頻繁にしびれたり冷たく感じる場合、首や肩を通る神経と血流が一時的に滞っている可能性があります。長時間同じ姿勢やスマホの使用が多いと起こりやすくなります。四つ目は足のむくみと重さです。朝や夕方に足がむくむ場合、血液や体液が末端に滞り、循環が遅くなっている状態かもしれません。最後は肌の変化です。肌が青白くなったり、部分的に赤くなる場合、血流が安定していない可能性があります。
ここで大切なのは、個別ではなくパターンで見ることです。例えば、手足の冷え、唇の色の変化、耳の変化、肌の変化。こうした組み合わせは、全身の循環を示すサインです。では、どう改善すればいいのでしょうか。答えはシンプルです。急に動かないこと、こまめに動くこと、水分を保つこと、緊張を緩めること、朝起きてすぐ動かず、12分帯を鳴らす、1時間ごとに軽く動く、こまめに水を飲む、深呼吸して肩や首をほぐす。これだけで、血流は大きく変わります。そして、注意が必要なサインもあります。突然現れる。片側だけに出る。長く続く。蚊の症状と一緒に出る。このような場合は、一度しっかり確認することが重要です。最後に、覚えておいてください。体は必ず先にサインを出しています。問題は、それに気づくかどうかです。小さな変化を見逃さず、今の状態を一度確認してみてください。その一歩が、これからの健康を変えます。役に立ったら、高評価とチャンネル登録で、これからも健康情報を受け取ってください。